はい、山です。ご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは、連絡が取れない理由、お相手の気持ちということでやっていきたいと思います。それでは、赤、青、黄色のうち、直感でお選びください。複数お選びになっても大丈夫です。それでは、開始時刻に関しては、概要欄の方に書いてありますので、そちらをご覧ください。相手の気持ちをリーディングしていきたいと思います。ですね、目線はお相手目線で、お相手の状況、心境、そして今後の、展開なども見ていければなと思います。それでは行きたいと思います。はい。まず、この真ん中のカードでですね、お相手、もともとお相手というのは結構優しい方なのかなというところで、非常に何かに、尽くしたりとか、すごく察しのいい方だったりとか、するのかなっていうふうに思います。非常にこのカードを見ていただくと、ペンタクルのカードが出てますよね。非常になんて言えばいいんですかね、今まであなたに対して非常に尽くしてくれてるので、この連絡が取れない理由っていうのがあなたからすると非常に理解ができないなっていう、そういった部分が見えるのかなというふうに見えます。そしてこの2枚目のカードを見ると、キングオブワンズ、非常に男らしさだったりとか頼りのある方で、結構あなたのことを引っ張ってくれる、そういった方なのかなっていうところ、そういったことが見えますね。全体的に非常に連絡を急に取らなくなるような方ではないなとあなたは考えているかと思いますが、非常にこの方っていうのが人としてすごく周りから信頼されている、そういったものがカードとして、現れてますね。はい。じゃあ表面的な心理で見てみますと、やはり連絡が取れない状況においてすごく不安な、心のバランスが取れていないよという状況なのかなというふうに見ております。このカード逆位置に出ておりますよね。ですのでお相手はあなたに対して何らかの不満であったりとか不安、すごくそういったものを感じたことによって連絡が取らなくなったというところにあります。まず表面的なものなので、お相手の本心でない部分もあるんですが、非常にあなたに対して何らかの嫌なことというのを伝えていたのかなというふうには思うんですけども、実際のところ、深層心理どうなのか見てみましょう。クイーンオブペンタクル、非常に充実しているんですよね。連絡が取れない状況にもかかわらず、深層心理では、非常に安定していて、今の状況っていうのが落ち着いている。これは何なのかというところで言うと、ペンタクル、お金のマークを、抱きかかえているクイーン。これはお相手にとってじゃあ何が大切なのか、それを見極めるタイミングなのかなというふうに思っていると思われます。はい。で過去の部分で見ると、やはりしっかりあなたとの、話し合いだったりとか意見の交換というものが、しっかり取られていた、そういうふうに、思いますね。ですのであなた自身は実は連絡取れない理由が少し分かっているんではないでしょうか。これは、もうすでに、お互いの中で、決着のついたものとして、お二人が離れていっている、そういう状況というものが想定されるかなというふうに思います。ここまでで見ると、非常にお相手というのは尽くしてくれて優しい方であります。そしてすごく男らしい方でもあるんですが、で今の状態には不満はない。ですが
あなたとの話し合いの中で、決着をついた上での離れる、距離を取るというふうな状況なのかなというところですので、連絡が取れない理由というのはお互い実は理解し合っているものなのかなというふうに、捉えております。現時点ではあなたに対して大きな不満というものは不満はあるけども、表面的な不満はあるけども、深層心理の部分ですごく充実しているので、何かきっかけがあれば戻るんじゃないかなというふうには思います。はい、では近未来についてお話していきたいと思います。ホイールオブ運命の輪ですね。運命の輪というのは、要はチャンスであったりとかタイミングが回ってきますよということですね。でも実はこのタイミングというものも、一瞬であったりとか、逃してしまう可能性があります。ですので今お話した流れで言うと、あの人はあなたに対して不満を言っていますが、心の中では実はそこまで嫌いとか嫌なイメージは持たない。むしろ一緒にいて居心地の良さだったりとか、そういうものを感じています。ですので言葉だけに、惑わされずにお相手の本心を見るようにしてあげてください。それをしっかりすることによって、あなたがもしね、お相手とよりを戻したい、連絡を取り合い変えたい、連絡を取りたいというふうに考えているのであれば、そういった本心を見抜くようにしていった方がよりチャンスをつかめるのかなというふうに思います。はい、それでは今後の周辺環境とお相手の立場状況についてお話をしたいと思います。お相手やはり、戦車のカードが逆位置に出ております。これはお相手からの周辺環境ですが、あなたを指すんですが、あなた自身が少し連絡が取れないことにおいて非常に焦ってしまい、連絡を必死に、アプローチしてしまう。で、お相手がそれに関して非常に、悩ましく感じている。要は何かというと、表面的な不安というものはそういった、あなたがお相手に対してお相手の気持ちを考えずにグイグイしたりとか、自分の意見を通すといった、そういったところに嫌気がさしている。ですのであまり、お相手の気持ちだったり状況を配慮しない上の行動というものは、今後関係性を取り戻す上ではあまり、いい方法とは、思えないですね。はい、それでは最後結論とその願望となるところ、気をつけなきゃいけないのは、やはりあなたとお相手というのは結びつくチャンスは非常にあります。ですが、今まで、すごく居心地の良かった関係性にあなたがわがままを通してしまったりとか、自分のしたいことを通してしまう、それをすることによって、お相手というものはより距離を離れてしまう、離れていた状態、このまま離れていたいというふうに感じるかなと思います。特にこの右のカードを見ていただくと、非常に遠くを眺めている男性のカードが見えますね。これの逆位置に出ているので、遠くから戻ってくる、今のところに現状維持でとどまるっていう可能性もあるので、あなたの相手に対するアプローチ次第、これが大切になってくるのかなというふうに思います。はい、最後、まとめとアドバイス。お相手の状況としては非常に人格としてすごく頼りになる方なのかなというふうに思います。表面上はあなたに不満を言ったとしても、表の深層心理ではすごく充実したと考えている。あなたと距離を置いている要因も何かしらのコミュニケーションが取られていたものとして考えてもいいのかなと。ですが連絡が取れなくなっている。ですが今後チャンスが巡ってきます。それはあなたが、自分の思い通りの意思を
押し付けたりしないこと、これであの人によりね、自由にしてもらったりとか、お相手のしたいことをしてもらったりとか、そういった行動をねしっかりしてもらうことによってお二人の関係性がよりぐっと縮まっていくのかなというふうに思います。アドバイスはちょっとね、全体的なカードの並びを見るとチャンスが来るんですが、その際にしっかりお相手のことを見てあげてください。しっかりそのお相手の心境だったり親身になって聞いていただいて、それに沿った行動をしていただくと、お二人の関係はより良くなっていくのかなと思います。はい、これでは赤のリーディングを終わりにします。はい、それでは青を選んだ方の連絡が取れない理由、お相手の気持ちをリーディングしていきたいと思います。お相手の状況、心境を見ていって、今後の、お相手目線で、リーディングとお相手の今の心境、状況を見ていって、今後のあなたとの関係性などをお話しできればなと思います。はい、それでは行きたいと思います。はい、連絡が取れない理由、エースオブペンタクルの逆位置、ソードの3。これはですね、非常にお相手はお金に困っているという様子が出ておりますね。で、エースというものがお金の中のカードでも一番強い意味を持つカードで、逆位置に出ているということで、お仕事の困難、お仕事の継続ができなくなったことによる生活が困窮している可能性が非常に高いと。それによって非常に辛い状況で、悲しい状況で、その状況というのは、やっぱりあなたに見せたくないものであるため、なかなか表に出さないと。で、あの人のお相手の中だけで、処理してしまう。とても悪循環な状況になっていて、今、誰にも頼ることができないんじゃないかなという意味をカードとして出ております。非常に今、悩ましい状況なのかなというふうに思います。はい。表面的な心理を見ますと、ナイト・オブ・ソードをこれね、じゃあなんでそういった、状況になったのかなって見ると、結構ね、向こう見ずにちょっといろいろ挑戦しちゃったりとか、何かに大きくかけてみたりとか、なんかそういったものが原因なのかなというところ。だからなおさら、お相手はあなたに対して何かしらのヘルプを言えなかったりとか、してるのかなと。非常にこのカードがここに出てるってことは、なんかあまりね、お金がない状況っていうものを非常に表に出しづらい、そういった何かの原因なのかなというふうに思います。はい、そうですね。これ深層心理見ると、もうすでに何をやっても空回りしてしまう、すごく危険だなというふうに、自分の状況が、何をやってもうまくいかないし、もう何をやっても大きくかけてしまったりとか、そういうギャンブル気質なところが色濃く出てしまっています。それによってもう後戻りできないんじゃないかな、かなり追い詰められている、そういった状況がカードとして出ております。はい。じゃあ過去の部分で見ると、はい、ザ・エンパレス、これはね、これ周りがね、お相手にかけていたわがままを受け入れてしまった状況、それに、お相手は甘えてしまったことによって、自ら今の状況を招いてしまった、そういったカードが出ております。お相手自身もね、その環境を維持したいがためにやはりお金を浪費しちゃったとか、使わざるを得ない、そういった、状況として出ているのかなというふうに思います。ですね、ここまででまとめますと、お相手があなたと連絡が取れない理由として、経済的なものが理由となっている。それは結構自分で大胆に行動してしまうこと、であったりとか、それが空回りしてしまったりとか、今のそのいい生活水準を保ちたいというふうな
わがままな気持ちからそういった状況に、なってしまったと。なのであなたに対して、ヘルプできない、連絡が取れない、顔を見せることができない、そういった状況なのかなというふうに思います。じゃあ今後そういった状況であなたに対して、どのような、ことをしていくか見ていきたいと思います。はい、これはね、非常に意思疎通コミュニケーションが今後はしっかり取れる方ようになってくるのかなと。それはただのコミュニケーションだけでなく問題解決を含めた理路整然とした、今後の計画性であったりとか方向性、これをね話していただける、そういう風になってくるのかなとおります。ですので今あなたが連絡が取れない、すごく不安になってるかと思うんですが、少しね待っていただければお相手の方から、具体的な、ご説明だったりとかそういったものがあるのかなというふうに思います。はい、今後の周辺環境とお相手の状況立場を見ていきたいと思います。ザ・スター、はい、ザ・スター、これは、周辺環境なのであなたの状況気持ちになってきますね。ですので近いうちにあなたがね、お相手と連絡が取りたい、また会いたいというふうに願うんであればそれが、叶う状況になるんじゃないかなというふうに思います。ですがあなたがこれ以上もうお会いしたくない、連絡を取りたくないというんであればそういった、状況になっていく。要はあなたの星に願いをじゃないですけどあなたの願った状況に、今後流れていくというふうに考えていただければ結構です。まず今回は、お相手にまた連絡が取りたい、会いたいというものを想定してお話しするとお相手はねまだね若干あなたに対して心を開くことをもちろんしていくんですけどもまだまだ心と体のバランスが取れない状況であるので、なかなかあなたに対して積極的な物言いであったりとか、積極的なお願いだったりとかができない状況なのかなというふうに思います。ですのであなたはじゃあよりを戻したいとか、より仲良くしたいというふうに考えるんであればお相手のそういった、なかなか言葉に出ないことに対してあまりね、追求したりとか、強い態度を取ったりする、これがあまり良くないのかなというふうに思います。はい、で最後結論とその願望ですね見ていきたいと思います。はい、ですね結論言うと、お相手ねなかなか自分のしたいことというものがなかなか拭いづらいっていうのがあるのかなっていうふうに出ております。それはあなたのことが好きとか嫌いというわけではなく、今の状況に対して非常に、目を向けられない状況なのかなというふうに思います。それによって、どうすればいいのかなっていうふうに考えます。一方でじゃあこの右側のカードいただくと、あなたがお相手に対してしっかり、反省をすべしと、しっかり、反省して切り替えていただければより良くなるよというこれサポートの気持ちですね。このサポートとお相手のちょっと怠慢な態度これが2枚出ているんですが、これが2枚出ているということはより、このお二人がサポートし合えば、お相手の状況というのはより良くなるよというメッセージでもあるのでこれは実は、悪い方向ではもちろんないですと。ですがあなたがどうしたいかというところしっかりお話をした上でどうしたいかっていうのを結論出した上でもし、よりを戻す方向に臨むのであればそれは叶います。それはあなたの建設的なお話と反省を促す行動これによって相手はより良くなっていきます。はい、でまとめたアドバイス。お相手は今お金の状況で困っています。いろいろ生活水準を下げたくないというわがままにより空回りしてしまったという状況では今後あなたとの、中で連絡を取るような状況になってきます。それによってあなたが、このまま関係を深めたいのか深めたくないのかに、よって、状況が叶うようになります。あなたが関係を望めば、より良くなるんですがその
状況として、あなたがお相手の監視役ではないですけども、反省を促すようなそういった態度を取ることによって、お相手がより、お相手の運勢が好転していくので、そういったサポートをもしできるのであれば、お二人の関係っていうのは、より良くなっていくのかなというふうに思います。はい、全体的に見てアドバイス、これはまずあなたが、まずお相手からの SOS 発信を待ってください。それであなたがどうしたいか決めてください。あなたが決めた方向性であれば、いずれにせようまくいくというふうに出ておりますので、そこの決断というのをしっかりしていただければ大丈夫です。はい、それでは青を選んだ方のリーディングを終わりにします。はい、それでは黄色を選んだ方の連絡が取れない理由、お相手の気持ちをリーディングしていきたいと思います。目線はお相手目線で、お相手の状況、心境を見ていって、今後の、あなたとの関係性などをリーディングしていきたいと思います。はい。まず、お相手が連絡できない、状況、心境を見ていきたいと思います。はい。非常にね、なんて言えばいいんですかね、お相手の今状況としてより正しいと思えることができない、要はモラルに沿った行動ができない状況です。自分としてはこれは社会のルールだったりとか、常識的に考えてやっちゃいけないだろうなとか、それはあんまり良くないだろうなと思えることができないというふうな状況。それが右側のカードハングマンが出ているんですけども、これはお相手がそういう状況から逃れられないような外的要因によってうまくいかなくなっちゃってるんですね。だからお相手の気持ちとしてはすごく連絡を取りたいというふうには考えているんですけども、周りの圧力によって何らかしらによって連絡が取ってはいけないよと、取りたいけど取ってはいけないよというふうな状況になっている、そういったものがカードからね読み取れます。じゃあ表面的な心理を見てみますと、はい、ナイト・オブ・ソード、これはやはり周りからの圧力っていう、部分が出たんですけども、周りから見た時に、しっかり判断しろと、しっかり決めないと良くないよという、結構このキングという、上から、そのお相手の人から見て年上の人からのメッセージとして、もうしっかり、なんて言えばいいんですかね、物事をはっきりさせなさいという合理的な理由をつけてというふうなものがありますね。これね、どなたなのかわからないんですけども、お相手自身が決められない、決めてはいけないよというふうな、状況として考えられます。ここまで見るとお相手以外の誰かからの圧力っていうのを感じます。深層心理を見たときに、これ見ていただけると分かるんですけど、カップを3つ持った3人のカードを楽しそうに飲んでいらっしゃいますが、この状況として実はね、あなたとの関係性は楽しく和気あいあいとしたいと、よりね、対等に、いたいという気持ちはあるという、これ深層心理なんで、なかなか表に出さないで自分の中で心の中に秘めている可能性が非常に高いです。ですので今、このカードの並びを見ると非常に、あなたに対して連絡を取りたいが周りからの圧力によってできないようにさせられている。これね、このカード非常に今の状況を深刻に捉えていて、ちょっと非常に、辛いような感じているカードですね。雪を歩いている、松葉杖をしている男性がゆっくり歩いているカード、こんなに辛い状況はないよというふうなものとして考えている。それはあなたとの連絡が取れないっていうことは非常に辛いというふうに考えている状況、そういうふうに考えられます。じゃあこの今の状況をしっかりまとめると、あなたとは
すごく楽しく会話もしたい、連絡も取りたいと考えている一方で、周りから圧力がかかりね、連絡が取れない状況にさせられています。それによってすごく辛いなと感じている、そんな状況なのかなというふうに思います。はい、じゃあ今後それがどうなっていくか。お相手の気持ちとしては、あなたとの関係をうまくするのに時間がかかるなと。これ見ていただくと、このペンタクルのカードが7、ペンタクルの7、なかなかそれが解消するのに時間かかるよな、早くしないかな、もどかしい気持ち、これが非常に伝わってきております。ですので今後あなたとの関係っていうのは劇的に変わるかというと、少し時間が、かかっていくのかなというふうに、見て取れます。はい、それでは、お相手の周辺環境と状況、立場を見ていきたいと思います。ザ・スターとペンタクル、ザ・スターが出てるんで、あなたの願いですよね。願いが叶う状況で、それは、時間がかかるけども願いを叶えさせていただける、そういったものが、出てきます。それは何かというと、お相手にとってその圧力になるもの、これはね、実はお相手ね、圧力をやめさせられないんですよ。それはなぜかというと、お相手にとっても、大切な存在、結構親しい、人からのそういうストップがかかっているので、なかなか止められないんですけども、逆位置に出てるんで、やっとあなたから願いを伝える、あなたからよりを戻したい、連絡を取りたいというふうに伝えると、そういったものをなくしていこうと、あなたと連絡を取って仲良くすることが一番大切だと、気づかせてくれる行動をすれば、うまくいくよというふうなメッセージとして出ております。ですが、先ほどのカードとしてみると、劇的すぐにというよりは徐々に良くなっていく、というものなのかなと。ですので、あなたが願いを、願えば徐々に良くなっていく、そしてあなたとよりを戻したいと強く考えるようになっていくというふうに出ております。はい、で最後、結論とその願望ですね。やはりね、こう結論言うと、あなたとの関係を明確に良くしたいと、これに、突撃しているようなナイトを持ったソード、ソードを持ったナイトが、馬に乗って突撃している。これどんな難関な問題に対してもしっかりぶつかっていて、解決してやろうというお相手の強い意志を感じます。ですので、あなたとの壁というものは、しっかり解消できるかなというところですが、その中でやはりすごく辛い出来事っていうのはもちろんあります。ですが、この今のお相手が状況で気持ちであれば解消できますよと出ておりますので、非常に前向きに捉えてもいいカードなのではないでしょうか。はい、最後まとめとアドバイス。まとめとしては、今お相手は、自分の気持ちはあなたに対してしっかり向いています。ですが、周りからの圧力によってなかなか、連絡が取れない状況、すごくお相手にとって近しい存在からの圧力、すごく辛いと考えていてもなかなか解消できないと思っています。で、今後もなかなか解消できないなと感じるんですが、あなたがお相手とより近くに寄り添っていたいと考えるんであれば、お相手もそういった状況をよりなくしていこうというふうな気持ちになっていきます。ですので、その気持ちを継続することによってすぐには難しいんでも、長期的に見るとより、困難が解消できるのかなというふうに思います。はい、でアドバイスなんですけども、なんかこう今の状況に対してあまりね、悲観的にならず、すごい長い目を持って見ていただければ、非常に、あなたとお相手の関係というのは前に、向いていきますし、お相手自身もあなたに対して強い、思いを持っているので、あなたが信じてあげれれば、あなたに対して必死に頑張ってくれる。これが、今後見えてくるので、安心していただければなと思います。
はい、それでは黄色のリーディングを終わりにします。参考になった方はチャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いします。